今回は、外に出て風景を生で描いてみる、つまりライブだけど、今日は暑いからねちょっと描きたい風景はこれでもそうなんだけど、この道これこう行くでしょ、雲が浮かんでるでしょ、青い空に。これだってもう描きたくなるようなそそるような絵だけど、俺からこっち見てこのこれバナナが、これもいいね。なんかこういうの見るとすぐ描きたくなるんだけど、今回はちょっと我慢していくつかの場所を検討して、その中で良いと思うものをいきなりそこで描くということにしようかなと思う。この暑い中だからね、描き出したら終わるまで止めるわけにはいかんから、影があった方がいいかもしれん。こんな夏になるとそう思ったりするんだけど、とにかくまず探してみる。 2,3 点探してみる。ここもいいよな。まず行ってみよう。この集落もちょっと前まではね赤瓦も結構あったんだけど、今はちょっと少なくなって、それでもセメン瓦は結構残ってるんだね。風情はあるし、この双子の家いい感じだな。壁にドラゴンフルーツが生えてて、ウジも生えてて、向こうにはシーサーがちゃんと鎮座していて、いいんじゃない？これいいな。こういうのもね、こういうのも2つ並んでるこの家を、背景が青い空でグリーンで、それにこの白い家が2つ並んでるって、これ冴えるな。これまた絵にすると綺麗、絵として綺麗だよな。またね、もちろんこれそのものもいいんだけど、描きたくなるねこれ。でももう少し探してみよう。これもね、こっちは区画整理された農地のところに出てきたんだけど、この道がいい。このこれはやらぶだな。テリハボクの塊感と、この道とそのサトウキビ、それから空の青さと雲だよな。でも遠くにある木毛、あれもなんか典型的な沖縄の風景、円形の風景ね。こういう感じまたいいよ。悪くない。ここは高台、ずいぶん上に登ってきたよ。ほら奥はわお、広がるな。素晴らしい絶景だ。ここからこう見えるこの円形と近景、これはもう高いから、ずっと水平が見える、雲も見える、
森も豊かに集落を包んでる感じ。リーフのうちの伊能の色と沖の色の違い、リーフのヘリエッジの方に返す白波ね。うわ、ここにこう吹き上がってくるこの風の気分までかけた。これは最高だよな。絵はそういうなんか気分を描こうとするとこあるから、この吹き上げの風の感じが出せれば良いかでね。銀ネムがちょうど綺麗な、今ちょうど綺麗に花をつけてるところ、綺麗。これはクズ。おお、この眺めもまたよし。で向こうにこの集落の見えるね、家がいっぱい並んでて、向こうに海が展開してる。でこの手前はこれは大きな木に、ガジュマルかなんかの木にこのクズが取り巻いてるんだね。そのクズの間から電線が通ってるけど、電線はこれ意外と絵になるとまた綺麗いんだよな。手前のこの銀ネムというか、そういうのがあって、その間から向こうに海が透けて見える。悪くない。これもいいな。やっぱりこの双子の家、これ描こうかな。そうしよう。やろう。ここで描こう。この中にね、筆とかみんな仕込んでるわけだけど、筆があって、それからバレーンがあって、ローラーがあって、紙があるっていうわけだ。至って簡単です。さあやろう。で工程的にはまず僕の場合はもう直接版木に、つまり反対の絵を描いていくわけだ。でこれもね、描きながら当たりだけつけてどんどん進んでいくから、本当は見ながらその都度写し取っていくというより、気分を描くような感じだから、場合によってはほとんど見ない時もある。で今回はもう外だから、しかも狭いところでやるから、なかなか自由にならないんで、割合なんていうかな、ある程度もう絵を描いちゃいます。でこっちにもやっぱりあります、赤瓦が。こういう赤瓦があるからね、いわゆる色が出てくる。これがいいわけでありというわけですな。うわ、ダメだな。ちょっとここに花を押す。
らしくなるでしょう。あっちに2つ重ねてんだろう。ほうだったか。Na ale se ja mini ci wskałka sysa.もう雲がどんな雲だったかがちょっとよくわからない。で雰囲気出してあれがするしかないだろうな。ここいっぱいに空いっぱいになったな。でももくもくしててこっちにこれこの空の這い出すようなこういう感じあってもいいさね。全然とこんな太くないでしょうと言いたいでしょ。ところがね、絵はそうなんですよ。絵はね奇麗なんですよ。仕上がったものの吸って着色ってのはまだ時間があるな。いやはい、彫りが上がりました。これで完成です。彫りはね。でこれから場所変えてまたすりをやってみようと思う。すりしたらその場で着色までいけたらいいな。しかしもうすっかり夜だ。はい、どうしてきてここはこういうの片隅だけどここでプリントをそれから着色まですることにします。それではさあちょっとねこれで少しなめします。さあいきますよ。塗り塗りあら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 
うわ、潮風の中でやるとはね。湿気は版画に大敵だけど、これがまたライブの感じだな。浜風の中で今スリをやってる。いいね。うわ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 、とっとっとっと、おっとっとっと。うわ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 、すごい潮風。湿気含んでるね。これは問題だ。大丈夫かな。うわ、風が強い。すぐそこは海なんです。海風が湿気を含んだ潮風が容赦もなくその中を、うわ怖怖。うわっ、さあこれが一番楽しみ。どうなってるやら。ほら、よいしょ。いいね。うわ、風がすごいけど、うわーうわうわうわいやいや風が祝福している。喜んでいると考えよう。危ない危ない。さあ乾かして着色に入ります。はい、着色に入ろうと思う。色はこういうふうに事前にね作ってた方がいい。僕の場合は一気に行きたいんで、こういうふうに作ってやります。で今日はこれ、すぐ海の近く、海辺でやってるので湿気が大変で、この和紙を使ってるから湿気の具合でね着色の具合も変わってくるんで、これがどうなるか心配だけど、とりあえず行ってみます。走ります。シュシュなあまあな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 あまあなあシュなあシュうわうわ、来たよ来たよ。まあなんとかね、なんとかなりたいか。超ラマルこれね。
よし、立てるよ。よし、取るよ。どうかな、楽しみだな。さあ、行きますよ。ほら、よいよ。どうでしょうか。色があんまり通ってないな。わお。こう場合はまた表から刺してもいいわけで。でこう足りない場合は表から刺してもいいし、この場合だとこの実際の現場では色はこっちのそのトタンの色っていうのはこういう色じゃなかったんだけど、でもこの全体の色のバランスとして色をこう鮮やかにきれいに見せようとするときにこういう色を意図してそこに入れる場合もある。絵はそういうふうにしてなんていうの自由であって構わないと思う。で屋根は真っ白だったんだが、日がカンカン照ってね、ものすごい太陽がいっぱいの時間帯だったんで、その太陽が燃えてるっていうか、その光が満ちてるっていう、そんな感じにしたかったんだね。だからちょっと白い屋根をみんな黄色に塗っちゃったけど、これでもいいんです。この絵は絵だ。気持ちの中にあるものを描くからこうなったということですね。ほら、いいんじゃない？今日は風景画をその場に行って体をそこに運んでいってそこで直接描いてみようということで、やりました。でまた次もやっぱりその行き当たりばったりというか、行ったとこで見つけたいい感じのものを描くというのをやってみたい。以上。美しい宮城島、そして宮城島の皆さん、大変ありがとうございました。